エモエモ。こんにちは、エモコです。今回はスマホの無料アプリでアニメを作る方法を紹介します。最近 IBIS Paint にアニメ機能が追加されて、スマホだけで手軽にアニメが作れるようになったので、今回は実際に簡単なアニメを作りながらアニメ機能の使い方を解説したいと思います。使うのはスマホ版の IBIS ですが、パソコン版や iPad 版でも同じように作れるので、アニメ機能が気になる人はよかったら参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。まずはアプリの新規キャンバスの下の方にあるアニメーション用の画面サイズを選びます。 P のマークはプレミアム会員限定の機能なので、今回は無料で使える 640×640 の正方形で作ります。1秒あたりのフレーム数は8にしました。1秒間に8枚の絵がパラパラと切り替わる感じになります。数字が大きいほど滑らかなアニメになりますが、その分描かないといけない絵の枚数が増えるので、最初はフレーム数8くらいで作るといいと思います。フレーム数は後で変更できます。 OK をタップすると、パッと見はいつもと変わりない画面ですが、下の方にアニメーションバーが追加されています。プラスをタップすると次のフレームが追加できます。追加しすぎた時には右端のここでフレームの削除ができます。フレームを入れ替える場合には、移動させたいフレームを長押しした状態で動かすと移動できます。一番左のフレームが0秒で、右に行くほど時間が経っていると思ってください。フレーム数8に設定していたら、8枚のフレームで1秒のアニメになっています。一つ前のフレームに描いた絵が赤く表示されるので、少し動いた絵を描いてアニメを作っていきます。この絵が薄く表示されるのはオニオンスキンという機能で、アニメーション設定で線の色や濃さ、表示する枚数など変更できるので、描きやすいように調整してみてください。1フレーム目をなぞるだけでも線がブルブル動いているアニメが出来上がります。色を塗ると一つ前のフレームの線が見えなくなるので、絵全体が動くフルアニメーションを描く場合には、アニメを全て描き終わってから色を塗った方が良さそうです。今回のように目や口など絵の一部だけを動かすリミテッドアニメーションの場合には、1フレーム目で色塗りまで仕上げた後に右端をタップしてフレームの複製をタップすると、1フレーム目の絵が2フレーム目にそのまま複製されるので、複製した絵の一部を変形させたり描き直してアニメを作ります。この方法なら1枚絵を描いて追加で目の部分だけ2枚描けば簡単に瞬きするアニメが作れます。今まで描いた絵を使って目パチさせてみてください。1枚目は目を開いた絵、2枚目は目を少し閉じた絵、3枚目は目を閉じた絵を用意します。今回は1フレーム目に普通に目を開いた絵を描いて色塗りしました。イラストを描く時と同じようにレイヤーをたくさん使っても大丈夫です。今までに描いた絵を使う時は、書き出した画像を1フレーム目に読み込みます。右端をタップしてフレームの複製をしたら、2フレーム目を選択して目を少し閉じた絵に修正します。目の上まつげが描かれたレイヤーを選択したら、上まつげを選択ツールで囲って少し目を閉じたように変形します。書き出し画像の場合には、上まつげを選択範囲で囲って複製して変形します。元画像の目がはみ出たら肌の色を塗って隠します。動きを確認したいときは再生ボタンをタップするか、フレームの絵が並んでいるところをスワイプして確認できます。2フレーム目に目を少し閉じた絵ができたら、また右端をタップしてフレームの複製をします。目のレイヤー不透明度を下げて新しいレイヤーに閉じた目を描きます。閉じた目が描けたら2フレーム目の目は消します。描けたら動きを確認します。絵は問題なさそうですが、このままだと瞬きしすぎる人になってしまうので、目が開いたフレームを長く表示するように調整します。位置を選択した状態で右端からフレーム設定をタップします。初期設定は
継続時間1ですが、最大90まで変更できます。90だと右端に 11.25 秒と表示されますが、これは選択しているフレームが 11.25 秒表示されるという意味になります。3秒くらい目を開けてほしいので、右の数字が3秒になるようにすると24フレーム分継続することにします。下に複製と削除のボタンがあるのですが、フレームの複製と削除をする必要がなければ、黒い吹き出しの外をタップして非表示にします。再生してみると自然な瞬きになったと思います。アニメが完成したら、画面右下の矢印のアニメーション動画保存で動画を書き出せます。今のところ保存形式は選べないのですが、確認したところ MOV 形式でした。今後のアップデートで自負や連番書き出しなども選べるようになるといいなと思います。再生方法はピンポンとワンショットのどちらかを選びます。ピンポンは最後まで再生したら逆再生で最初に戻ります。ワンショットは最後のフレームまで再生したら止まります。動画のウォーターマークは書き出した動画の右下に表示される IBIS Paint のロゴのことです。非表示にするにはプレミアム会員になる必要があります。というわけでスマホで作ったアニメが完成しました。瞬きするだけでも楽しいので、ぜひ皆さんもアニメを作ってみてください。今回は IBIS Paint でアニメを作る方法を紹介してみました。パソコンや iPad を持っていなくても、スマホがあれば無料で手軽にアニメが作れるので、アニメを作ってみたい人はよかったら参考にしてみてください。アニメを作れる無料アプリは他にもいろいろあって、別の動画でフリッパクリップというアプリでアニメを作る方法も紹介しているので、気になる人はそちらも見てみてください。フリッパクリップには動画をトレースしてぬるぬる動くアニメを簡単に作れる機能もあるので、人の動きを描くのが苦手な人は試してみてください。そちらは iPad アプリを使った解説になりますが、フリッパクリップはスマホでも使えるので参考になるかなと思います。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵描き関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。